皆さん、こんにちは。もうすぐ JLPT の試験ですね。これから試験まで一緒に聴解の練習をしましょう。皆さん楽しく勉強してくださいね。問題1。1番。田中さんは来月からどうしますか？田中さん、最近元気？うん、元気だよ。実は、来月からアルバイトを始めることになったんだ。へえ、そうなんだ。どんなアルバイト？コンビニでの仕事。家の近くにあるから、とても便利だと思って。時間はいつ？月曜日から金曜日まで、午後3時から7時まで。毎日？大変じゃない？最初はちょっと大変かもしれないけど、慣れたら大丈夫だと思う。そうか。じゃあ、今度コンビニに行ったら、田中さんに会えるかもしれないね。そうだね。来てくれたら嬉しいよ。田中さん、最近元気？うん、元気だよ。実は、来月からアルバイトを始めることになったんだ。へえ、そうなんだ。どんなアルバイト？コンビニでの仕事。家の近くにあるから、とても便利だと思って。時間はいつ？月曜日から金曜日まで、午後3時から7時まで。毎日？大変じゃない？最初はちょっと大変かもしれないけど、慣れたら大丈夫だと思う。そうか。じゃあ、今度コンビニに行ったら、田中さんに会えるかもしれないね。そうだね。来てくれたら嬉しいよ。問題2。2番。木村さんはこれから何をする予定ですか？あれ？木村さんじゃないですか。こんなところで会うなんて、びっくりしました。田中さん。本当だ。久しぶりですね。元気にしていましたか？ええ、おかげさまで。木村さんも、お元気そうで何よりです。今、何をしているんですか？私は来月から、この近くの会社で働き始めることになったんです。それで、引っ越しの準備で、必要なものを買いに来ました。へえ、そうなんですね。おめでとうございます。どんな会社なんですか？ありがとうございます。貿易の会社で、海外とのやりとりが多いみたいです。英語を使う機会も増えそうで、ちょっと緊張しています。貿易ですか。すごいですね。木村さんなら、きっと大丈夫ですよ。私も、最近、新しいことを始めたんですよ。そうなんですか？教えてくださいよ。実は、前から興味があった日本語の先生のボランティアを始めたんです。週に2回、外国人に日本語を教えています。それは素晴らしいですね。先生は大変じゃないですか？ええ、最初は準備も必要だし、教えるのも難しいと感じることもあります。でも、生徒たちが日本語を話せるようになるのを見ると、とても嬉しいんです。わかります。人の役に立つ仕事ってやりがいがありますよね。私も新しい会社で早く仕事を覚えて貢献できるようになりたいです。きっとできますよ。今度、よかったら、一緒に食事でもどうですか？引っ越し祝いも兼ねて。ぜひ。ありがとうございます。連絡しますね。じゃあ、今日はこれで。はい、また連絡します。気をつけて。あれ？木村さんじゃないですか。こんなところで会うなんて、びっくりしました。田中さん。本当だ。久しぶりですね。元気にしていましたか？ええ、おかげさまで。木村さんも、お元気そうで何よりです。今、何をしているんですか？私は来月から、
この近くの会社で働き始めることになったんです。それで、引っ越しの準備で必要なものを買いに来ました。へえ、そうなんですね。おめでとうございます。どんな会社なんですか？ありがとうございます。貿易の会社で海外とのやりとりが多いみたいです。英語を使う機会も増えそうで、ちょっと緊張しています。貿易ですか？すごいですね。木村さんなら、きっと大丈夫ですよ。私も、最近、新しいことを始めたんですよ。そうなんですか？教えてくださいよ。実は、前から興味があった日本語の先生のボランティアを始めたんです。週に2回、外国人に日本語を教えています。それは素晴らしいですね。先生は大変じゃないですか？ええ、最初は準備も必要だし、教えるのも難しいと感じることもあります。でも、生徒たちが日本語を話せるようになるのを見ると、とても嬉しいんです。わかります。人の役に立つ仕事ってやりがいがありますよね。私も新しい会社で早く仕事を覚えて貢献できるようになりたいです。きっとできますよ。今度、よかったら、一緒に食事でもどうですか？引っ越し祝いも兼ねて。ぜひ。ありがとうございます。連絡しますね。じゃあ、今日はこれで。はい、また連絡します。気をつけて。問題3。3番。森さんはこの会話の後、どうするつもりですか？森さん、今週の土日、何か予定ありますか？まだ決めていませんけど、どこかに行きたいと思っています。高橋さんは？私は、友達と日光に行く予定なんです。温泉に入って、美味しいものを食べて、ゆっくりしたいなと思って。いいですね。日光はまだ行ったことがありません。どのくらいかかりますか？電車で2時間くらいですよ。朝早く出れば、1日でも結構楽しめます。それなら、私も行ってみようかな。でも、ホテルとか予約しないとダメですよね。そうですね。人気の場所だから、早めに予約した方がいいですよ。私たちも2週間前に予約しました。さすがですね。温泉はどんな感じですか？外にある露天風呂が最高ですよ。山を見ながらゆっくり入れます。想像しただけで気持ちよさそう。じゃあ、今日の帰りにでも調べてみます。いいですね。時間があれば一緒に計画しましょうか？本当ですか？助かります。ありがとうございます。森さん、今週の土日、何か予定ありますか？まだ決めていませんけど、どこかに行きたいと思っています。高橋さんは？私は、友達と日光に行く予定なんです。温泉に入って、美味しいものを食べて、ゆっくりしたいなと思って。いいですね。日光はまだ行ったことがありません。どのくらいかかりますか？電車で2時間くらいですよ。朝早く出れば、1日でも結構楽しめます。それなら、私も行ってみようかな。でも、ホテルとか予約しないとダメですよね。そうですね。人気の場所だから、早めに予約した方がいいですよ。私たちも2週間前に予約しました。さすがですね。温泉はどんな感じですか？外にある露天風呂が最高ですよ。山を見ながらゆっくり入れます。想像しただけで気持ちよさそう。じゃあ、今日の帰りにでも調べてみます。いいですね。時間があれば一緒に計画しましょうか？本当ですか？助かります。ありがとうございます。問題4。4番。山川さんはどうして医者に来ましたか？はい、山川さん、どうされましたか？
2、3日前から熱があって、咳も止まらないんです。喉も少し痛くて。なるほど。今朝の体温は？さっき測ったら38度3分でした。結構高いですね。ちょっと喉を見せてください。赤くなっていますね。じゃあ、胸の音も聞きますね。はい。少し風が強くなったようですね。でも、今のところインフルエンザではないと思います。よかったです。お薬を出しますので、3日間よく休んでください。あと、水をたくさん飲んで、暖かくして寝てくださいね。はい。会社は休んだ方がいいですか？そうですね。無理しない方がいいですよ。熱が下がったら、また行ってもいいと思います。わかりました。ありがとうございます。お大事に。はい、山川さん、どうされましたか？2、3日前から熱があって、咳も止まらないんです。喉も少し痛くて。なるほど。今朝の体温は？さっき測ったら38度3分でした。結構高いですね。ちょっと喉を見せてください。赤くなっていますね。じゃあ、胸の音も聞きますね。はい。少し風が強くなったようですね。でも、今のところインフルエンザではないと思います。よかったです。お薬を出しますので、3日間よく休んでください。あと、水をたくさん飲んで、暖かくして寝てくださいね。はい。会社は休んだ方がいいですか？そうですね。無理しない方がいいですよ。熱が下がったら、また行ってもいいと思います。わかりました。ありがとうございます。お大事に。問題5。5番。吉田さんはどんなアパートを探していますか？いらっしゃいませ。今日はどのようなお部屋をお探しですか？はい。4月から大学に通うので、大学の近くで一人用のアパートを探しています。わかりました。学校まで歩いて行ける距離がいいですか？はい。できれば自転車で10分以内がいいです。家賃はどれくらいをお考えですか？5万円ぐらいまででお願いします。なるほど。それでは、こちらの物件はどうでしょうか？大学まで自転車で7分、家賃は4万8000円です。写真を見てもいいですか？どうぞ。こちらです。キッチンは少し狭いですが、部屋は6畳で明るいです。バス、トイレは別になっています。いいですね。スーパーは近いですか？はい、歩いて3分のところにあります。駅も近いですよ。とても便利そうですね。できれば見に行きたいです。では、これからご案内しますね。いらっしゃいませ。今日はどのようなお部屋をお探しですか？はい。4月から大学に通うので、大学の近くで一人用のアパートを探しています。わかりました。学校まで歩いて行ける距離がいいですか？はい。できれば自転車で10分以内がいいです。家賃はどれくらいをお考えですか？5万円ぐらいまででお願いします。なるほど。それでは、こちらの物件はどうでしょうか？大学まで自転車で7分、家賃は4万8000円です。写真を見てもいいですか？どうぞ。こちらです。キッチンは少し狭いですが、部屋は6畳で明るいです。バス、トイレは別になっています。いいですね。スーパーは近いですか？はい、歩いて3分のところにあります。駅も近いですよ。とても便利そうですね。できれば見に行きたいです。では、これからご案内しますね。